どうもこんにちは、川口の健です。今日はね、すくい縫いやっていきます。もうね、すでに縫ってるんですけど、これカバー薄いビニールあるんですけど、結構ね、白い革とか例えばスエードとか汚れやすいんでカバー付きで作ることあります。つけない場合もあるんですけど、すくい縫いはウェルトを縫い付けますけど、この中底、ライニングアッパー、そしてカバーと全部貫通させてまとめて縫いますね。ビスポークのスペクテーターシューズってものすごく贅沢だなと思いますよね。こんな派手な靴、スーツには無理じゃないですか。でカジュアルでもかなり履く時って限られると思うんで、なんていうかいろんな服に合わせづらいし、派手なんでちょっとなんていうかな、飽きやすいというか、普通の茶色いカジュアルな靴よりも味が濃いと、そんな何度も何度もはいいやってなる料理みたいなもんで、別に飽きは来ないけどそんなに頻繁にはいいかなみたいな、そんな立ち位置になるような靴だと思うんですよね。それをビスポークでみたいなのって、お客さんでスペクテーターシューズはスペクテーターほどじゃない、コンビの靴は作ったことあるんですけど、ここまでがっちりコンビ感のある靴っていうのはオーダーはねないんですよね。だからこうやってね、自分でビスポークのスペクテーターを作れることにすごく幸せを感じます。ということで、僕のスペクテーターのスクリーンで完了したので、このまま次は妻のミニスペクテーターの中物から出し縫いまで一気に進めていきます。ビッグスペクテーターとミニスペクテーターは並行して作業していたので、動画では同じ作業は片方の靴を作業しながら紹介していきます。ミニスペクテーターも今スクリーン縫いが終わっている状態ですね。スクリーン縫いの糸や中底が見えている状態です。ここからまずはすくい縫いで縫い付けたウェルトをカットして整えてから、竹のシャンク、コルクを埋めて成形していきます。中底のソール面と本底の間に入っているシャンクやコルクといった部材のことを中物と言います。中物、特に前足部、足の前の方ですね、のコルクの形状は歩き心地に直結するので、機種の狙った設計通りの形状に設計していきます。それではこの靴出し縫いやっていきます。こ
これソールですね。オークバークなんですけど、普段よりちょっと薄いものを使ってさらにこの本属加工ソールの縁をちょっと薄く削るんですけど、それもいつもより薄めにやってるんで結構薄いです。サイズが小さいんでそれに合わせて見た目的にも薄く見せないと逆に普段のサイズのと同じでやると分厚く見えちゃいますし、足が小さいってことは体も小さいと全く同じ部材ばっかり使ってると相対的に靴が硬くなると思うんで、材料の厚みとか何使うかとかサイズが極端に小さかったり大きかったりする場合は考えますね。じゃあ貼ります。じゃあドブ起こしやります。ドブ起こしはこのソールの皮表面1ミリぐらい薄く外周をずっとねスライスしますね。普段よりソールが薄いんでちょっと気をつけます。でドブ起こしする時はこの踏まず部分、特に内側はものによるんですけど立体感強すぎてドブ起こしが少し難しいんですよね。なのでドブ起こしするまではちょっと浮かしてるんです。接着ちゃんとしてないんですね。ここでドブ起こしができたらもうこれでいいんで叩いて接着してここの立体感しっかり出します。ベルトを水で濡らして今電熱器でウィール温めてるんでこれ温まったらかけていきます。ちなみに今回はちょっと細かいですね。これウィールはサイズが小さいんでそれに合わせて数字で言うと大体普通の靴ドレスシューズだと12番とか使うんですけど、今回オックスフォードなんで通常のサイズだったら12番使いたいとこですけど小さいんでより細かく14番ですね。結構細かいです14番は。この番は何を指すかというと1インチ約 2.5 センチの中に何針縫っているかということで、12針縫えば12番14針縫えば14番ということで数が大きくなればなるほど縫い目が細かくなります。出し縫いの糸を収める溝を彫ります。これねソールが薄いんであんまり彫りすぎるとソール貫通しちゃうんでね気をつけます。だからねサイズが違うとそれに合わせていろいろ変えなきゃいけないことがねいろいろもろもろ波及してくる感じはありますね。出し縫いしていくんですけど出し縫いに使うこれ針です。出し縫いに使う針って大きく分けて2種類あってこっちの金属の
穴を開けるための針と糸につけて縫い進める針ですね。でこっちの穴を開ける針、これ2種類あって形状が違いますね。こっちが土踏まずの方を縫う針、こっちがそれ以外の細かいところを縫う針ですね。ベベルドウエストの場合は土踏まず用とそれ以外とで縫い針を分けます。でこっちの手縫いする糸につける針、これは針というか毛なんですけど、毛針ってやつですね。イノシシの毛ですね。たてがみ、背中に沿って生えている硬い毛です。でこれを針として使うんですけど、この先端にね糸をつけていくんですけど、つったってこれ針って、一般的に想像する針って針先が尖ってて、その逆が丸い穴が開いていて、そこに糸を通してみたいな感じじゃないですか。これ毛なんでそんな風になってるはずがないですよね。反対、こっちが根元です。毛の根元なので、ここが毛根ですかね。で、こっちの方が毛の先端の方、枝毛になってですね。イノシシのたてがみはね、全て枝毛です。しかも枝具合がすごいですね。10本ぐらいに枝に分かれてます。で、こっちがこの毛根の方が針先です。こっち側に糸をつけます。でどうやって糸をつけるかっていうと、これチャンですね。松ヤニとか油とかロウとかを混ぜたものなんですけど、これがねペタペタするんですよ。ちょっとペタペタします。でこれにこすりつけていくと、このこすりつけるとその時にちょっと摩擦熱が出るじゃないですか。それによってチャンが温まって少しだけ溶けて、この毛針につくんですよね。光沢が出てきたのが分かりますかね。ちょっとキラッ、この先端の方は塗ってないです。これに比べてこっちは塗ったところはちょっと光沢感が強まってます。接着剤みたいなもんですね。これをね接着剤にするっていうのもね、松ヤニって結構いろんなところ使いますけど、自然の恵みですよね。樹液と、油と、しかも油はこれごま油なんで、樹液とね、松の樹液とごまの油と蜜蝋、ミツバチのね集めた蜜蝋ですよ。それがこの塊。そしてイノシシの毛、そして糸がこれですね。これにもうチャン塗ってあります。塗ってないところはこういう感じでケバケバしてますけど、塗ってあると締まって光沢感が出てます。でこれも麻の糸なんで、天然の素材だけですね。糸にも同じようにチャンを塗ります。こっちにも接着剤を塗って、毛針にも接着剤がついてるんで、それ同士でくっつけるっていう感じですね。糸と針を通すんじゃなくてくっつけるみたいな。毛針じゃなくてワイヤー針使ったり、ナイロン、テグスみたいなの使ったりとかいろいろあるんですけど、僕は結構毛針好きなんで、このチャンをつけた毛針とチャンをつけた糸先を合わせてねじりますね。この毛針に糸を巻きつけていくようにして一体化させます。こんな感じ。この辺がつなぎ目ですね。ぐるぐる巻かれてます。こっからイノシシの毛オンリーで、こっから糸が巻かれてる。でもこの辺では糸オンリーです。取れないです。強く引いたらね、毛針が切れたり糸切れたり取れたりしますけど、出し縫いするぐらいだったら取れないようになってます。縫っていきます。この靴を作る時サイズが小さいから出し縫いする距離ちょっと短くて済むじゃんラッキーって思ったんですけど、別にそれに合わせて縫い目細かくしちゃうんであんまり減らないですね。逆に言えば大きいサイズだからといってドレッシューズであんまり粗く縫うってことはできないんですよね。できないってできるんですけど、それはそれでちょっとだいぶ違う雰囲気になっちゃうんで、サイズが小さくなる側は細かくしなきゃいけないと思うんですけど、求める雰囲気によって
サイズが大きくなるとね、大きくなったからといってそんなに荒くはできないんで、でかい靴の縫うのは大変ですよね、それだけ。まずはベベルドウエスト、奥まった部分を縫っていきます。ちなみにこのサイズに合わせてピッチを細かくしてるっていう話をしましたけど、糸もそれに合わせて少し細くしてます。そして、細かい部分に入ってます。ここはピッチが14番ですね。細かいです。多分ね、革靴の件をね、長いこと見ていただいている方には結構分かってくれてる方多いと思うんですけど、このピッチっていうのはですね、細かければ細かいほどいいっていう話ではないです。細かいと縫うのが難しくなるのは確か。細かいと縫うのがそれだけ縫い目が増えるんで大変になるのも確かなんですけど、結局これってそのデザインの要素の一部なんで、カジュアルっぽいデザインにすっごい細かい縫いやっても意味ないですし、ドレスっぽいデザインに粗く塗ってなんかごつい雰囲気にしても、それはそれでそういうのを狙ってるのはいいですけど、そうじゃなければ合わない、サイズによっても変えるしみたいな、なんかそういうことなんで、今回は細かいからすごいとか、今回は粗いから手が込んでないとか、そういうことではないんですよね。僕がいい靴だなと思う条件の一つにまとまり感があるっていうのがあるんですよ。デザイン、造形、デザインっていうかパターンですね。型紙のラインとか、それと木型、革選び、底付けの製法とか、ソールのステッチだったり、アッパーのステッチのピッチだったり、糸の太さだったりとか、なんかそういういろんなバランスが取れていること、あえて外してるのも全然いいんですけど、その外しもまたしっかり外すべくして外してるというか、なんかこうね、ちぐはぐじゃなければいい靴にね見えると思うんですよね。このデザインだったらこういう製法とかこういうピッチでとか、そういうのは、もしかしたら一番いつも考えてることかもしれないですね。本当細かいんで、別にわざわざそれがデザインとかどうのこうのっていうほどのことでもないんですけど、そういうちょっとした積み重ねっていうのが最終的な仕上がりに響いてくると思います。でこれで縫い終わったのでこんな感じですね。そしたらここの縫ったところの溝が少しこう針によって押されてグッと起き上がるんで、それを潰して、これ今のりつけてないんでただ戻すだけですけど、一旦ちょっとこれでこのドブ起こししたフラップ、これを元の状態に戻しておきます。結構ここにシワが入るんですよね。こう折り返した時のシワがあるので、少しそれ伸ばします。こんな感じで出しに終わりました。サイズが小さいのでそんなに大変じゃなかったと言いつつね、片足なのに1時間半とかかかるんですけどね。今までこれぐらいのサイズの靴でマッケイで作ったことあるんですけど、というのもマッケイってソールを薄くしやすいですし、小刃幅は結構攻められるんでね、こういう小さい靴のそのディティールのサイズ感的にもちょうどよくできるんですよ。結構調整ができる。ただハンドソーンだといろいろ部材の厚みの調整とか、あとここに出し縫いの糸が出てくるんで小刃幅の調整とかも結構制限がかかるんで難しいんですけど、このサイズの小ささでハンドソーン初めてですけど、なかなか今のところいい感じにできていますね。ということで、引き続き
このミニスペクテーターもビッグスペクテーターも制作進めていきます。それではまた。